ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。今回の動画は新谷薫先生が書かれた大ヒット漫画エリア88の世界観をフライトシミュレーター DCS ワールドで遊ぼうという企画です。みーくん、今回髪型変えたね。だって今回エリア88を題材にしてるっていうから風間新風の髪型に変えてみたんだ。そういうモッキーだってグレッグ風じゃん。まあ俺の顔にヒゲつけて鼻に点々加えてヘルメットかぶせただけなんだけどね。モッキー、新谷先生からクレームが来たらどうしよう。新谷薫先生はこんな泡沫 YouTuber なんか相手にしないと思うけどね。来たら逆にびっくりするけど、どちらかというとエリア88ファンの方からクレームが来そうだけどね。それは言えてるよね。さて今回は F5E タイガー2の機体の尾翼に風間真のパーソナルマーク、炎のたてがみを持つユニコーンが描かれています。あれ、風間真の登場機って F20 タイガーシャークじゃなかったっけ？ DCS ワールドには残念ながら F20 タイガーシャークは入ってないんだよね。F20 って3機の試作しかなくて日本人以外ほとんど知らない機体だからね。ないのも仕方ないよ。でもこのノースロップ F5E タイガー2だって風間真がちゃんと乗っていたんだよ。知らない人はコミック版をぜひ読んでほしいな。それと F14 トムキャットはミッキー・サイモンのパーソナルマークが付けられています。あれ、F14 2人乗ってるけどミッキー・サイモンの F14 って短座仕様に改造したんじゃなかったっけ？最初の機体は短座仕様だったんだけど砂漠で地上空母に撃墜されて2機目は風間真を後部座席に乗せているシーンなどが描かれているから後部座席は撤去されていないようなんだね。モッキー、 DCS ワールドにエリア88の機体が入っていないんだけど。そうだね、 DCS ワールドには最初から入っていないのでユーザースキンという方法でファイルを取り込んで指定のフォルダーに入れればできるんですが、これからその方法をお伝えしますが、注意事項として公式の方法ではなくユーザーによるファイルの改変になるので障害が発生する場合がありますので、この方法はあくまでも自己責任と問題が発生した場合は自己解決をしてくださいね。またユーザースキンの多くは二次配布の禁止など書かれていますので作成者の指示に従ってください。問題が発生してもクレームを言っちゃダメだよ。ルールは守ってね。まず DCS ワールドの公式サイトを表示します。 Google の検索窓に DCS ワールドを打ち込むか、ここに表示してある URL を打ち込めば出てきます。次にダウンロードのユーザーファイルをクリックします。タイプはスキン、単位はデザインを変更したい機種を選んで表示ボタンを押します。欲しいスキンを見つけたらダウンロードボタンを押してファイルをダウンロードします。かなりいっぱいあるので眺めてるだけでも結構楽しいものです。ダウンロードしたファイルを解凍後、 DCS ワールドをインストールしたフォルダーの該当機種にダウンロードしたファイルを移動すると完了です。TU160 ブラックジャックは音速を超えて飛ぶことができる戦略爆撃機で F5 ではなかなか距離を縮めることが難しい敵です。加速は F5 の方が上ですが最高速度はブラックジャックの方が速いので距離が離される前に空対空ミサイルで撃墜します。あれ、この機体エリア88に登場したっけ？ブラックジャックはコミック、アニメともにエリア88では登場しないんだけどちょっと試してみたかったんだよね。A50 メインステイ、この機体はイリューシン76輸送機に大型のレーダードームを搭載した4発ジェットの早期警戒機です。最高速度は時速900キロと亜音速で運動性能も悪いので簡単に撃ち落とせます。こちらもエリア88に登場しない機体です。スポレフ95ベア爆撃機は4発のプロペラ機なんだけどガスタービンエンジンのおかげでプロペラ機の世界最速
時速950キロと意外と速いんです。厄介なのが後部機銃で敵との距離が 1.3 キロあたりから射撃を開始します。そうそうは当たらないんですが、真後ろからの追尾射撃の場合は思わぬ返り討ちに遭う場合があるので注意は必要です。この機体はコミック版には登場しませんが、テレビ版には出てきます。スフォーイ25フロックフットは攻撃機でありながら強力なターボジェットエンジンを積んでいるので F5 に匹敵する推力重量比 0.56 で上昇力もあり、特にパイロンに積んでいる並走を投棄した後は身軽です。攻撃機なのに運動性能はいいの？さすがに F5 の方が旋回半径は短いからドッグファイトで負けることはないんだけど、それでもこちらが発射したミサイルを回避したりと結構侮れない運動性能があるんだよ。エリア88には登場しない機体です。スフォーイ24フェンサーは戦闘爆撃機なのでフロックフット同様ドッグファイトに持ち込めば容易に背後は取れます。強力なエンジンを搭載しているので F5 に比べて5倍の水力がありますが、同様に機体重量も5倍あるためエンジンの出力差がなく、水力重量比 0.64 と F5 とほぼ同等です。動きは鈍くドッグファイトに持ち込めば負けることはあまりない機体です。この機体もエリア88には登場しません。ミグ27フロッカーはエリア88の傭兵部隊エルフパックのおかげでなんかすげえ強い印象がありますが、所詮戦闘爆撃機なので戦ってみると大したことはありません。水力重量比 0.62 と F5 とほぼ同じ値ですが、格闘性能が F5 に比べて低いので後ろについたら余裕で倒せます。ヒルビック大佐が乗ってブラックスクリューを仕掛けてこないのかな？いやー、さすがに GCS ワールドでそんなスキルを持った AY はいないと思うんだけどね。ここからが本当の戦闘機との戦いです。ミグ19ファーマーです。ミグ21とどちらをラスボスにしようかと悩みました。
上昇力では推力重量比 0.88 なので圧倒的に F5 より上回ります。旋回性もほぼ互角、加速性能と上昇力が MiG19 の方が上なので上昇下降を繰り返されるとついていけません。正直ドッグファイトで勝てる気がしないほどの難敵です。じゃあなんでラスボスにしないの？最大速度は F5 の方が上なので仮に引き離されても後から追いつくことは可能だし、それとすごく脆い機体なので多少の被弾でも簡単に火を吹きます。だから敵機の進路上に弾をばらまいてうまく命中すると結構落ちます。今回の企画エリア88の世界観で遊ぶ DCUS ワールド最後の敵はラスボス MiG21 フィッシュベッドです。コミック版 OVA およびテレビ版などは反政府軍の主力機で主にやられ役として描かれていることが多い機体です。マックバーンやセラたちプロジェクト4の登場機として高い空戦能力が描かれてるよね。そうなんだよね。実際に戦った印象ですが F5 に比べて推力が 56% アップで機体重量は大きく変わらないので推力重量比 0.79 と高く、加速と上昇では MiG21 の方が勝っています。今表示しているのは MiG21 との戦いのデータをタックビューを使って再現しています。注目すべきは TAS 待機速度と AGL高度、敵機との相対速度を示す値です。ゲーム開始時には双方時速800キロ、高度1100メートル、距離 2.9 キロです。敵機はフレアを放出しながらピッチ角約90度でほぼ垂直上昇を開始します。高度3000メートル、時速400キロでほぼ水平に戻します。敵との距離は300メートルまで縮めました。敵は急降下をしながら加速を開始し、速度600キロ、高度3000メートルで再び上昇を開始。高度4000メートルで再び降下、距離600メートルまで詰め寄るも車線に合わず敵を逃しました。この後敵機は上昇下降を繰り返します。同じ動作がしばらく続きますので早送りをして飛ばします。この時点で敵機との高度差は 1000m に広がりました。最
最後の上昇では敵ミグ21が高度 7500m、 こちらが 3600m で時速100キロと失速状態になります。敵との距離は 4000m と大きな差ができました。全然上昇力じゃ追いつけないじゃん。はっきり言って上昇力がミグ21にはかなわないね。ミサイルがあれば敵機が上昇したタイミングで撃つか、ミサイルがなければ敵に合わせて上昇せず速度を維持して敵が失速して高度を落とすのを待つ方法しかないと思います。今回のエリア88の世界観で遊ぶ DCS ワールドはいかがでしたでしょうか。ザクキャラだと思ったのが意外に強く強敵だと思ってたけども結構弱かった。それと F5 タイガー2って実は大したことがない戦闘機だったけど、それをいとも簡単に乗りこなし強敵をたやすく撃墜する風マシンの凄さを改めて感心したのがこの動画を作っての感想です。今年の配信はこれで最後になります。今年1年お付き合いいただきましてありがとうございます。来年もこのモッキーのエースパイロットでお会いしましょう。みんな良い年をお迎えくださいね。これからも順次コンテンツを増やしていきますのでよろしければチャンネル登録をお願いします。みーくんが可愛いと思ったら高評価ボタンを押してね。来年も頑張って作っていきますのでみんな見てねー。